古着屋さんがどんな場所って言ったら僕の中で言ったら原点ですよね。もう本当に自分がもうこう脳天から稲妻バーンと落ちた、なんだこの服は何なんだって、もうそこからいまだにこうやってね、30年経っても昨日までアメリカ行って。ホーミーズの代表の桑原です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ホーミーズの店名のよく聞かれるんですよね。これアメリカの、スラングになるんですけど、信頼なる親しきなる仲間みたいな、そういうイメージでいい言葉だなと思って、非常に僕の中で好きな言葉で、なんかやっぱしこう親近感ある、みんなが集まってくれるような、熱い言い方でしたらファミリー家族みたいな、そういうのはやっぱしありますね。なんでやっぱ京都で1店舗だけなんですけど、ちょっと根付いていけたらなと思うのが一番最初のきっかけですね。バブアーはズバー並べてますね、こんな感じで。でもう各サイズ各色もう選びたい放題で、うちはもう物量で言ったらとんでもない量入れてますね。でこの辺とかも極上の 100% シルクのシャツ、この辺全部5000円で置いてますね。これも非常にやっぱ夏ね、さらっと T シャツもいいんですけど、この辺非常におすすめですね。よく行きますね。この辺がうちの真骨頂ですね。よくボロの美学って言ってますけどね、本当にこう加工なしですからね、全部リアルなこんな感じで。で僕らも直さずこのまんまで見てくれ、このまんまでどうですかっていう感じでやってますね。カバーオールもありますよ、こんな感じでね、すごいですよね。すごい雰囲気ですよね。購入してくださる方がね、直すのもよしですし、直してくれって言ったら僕らも直しますし、なんかそんな感じで、でもう一個一個こうやって説明してたら僕も熱入ってね、もうまだまだ喋りたいぐらいですね。はい、そうですね、そうですね。ちょっとこっち移動してもらってっていう感じなんですけど、やっぱ自分の中でこうヴィンテージ、上に釣ってるようなハワイアンだったりとか、こういうツアージャケット、ベトジャンとかいろいろスカジャンとかも大好きなんですけど、やっぱし自分が仕入れ行ってこうジュエリー、ヴィンテージのこういうジュエリー、このティファニーですね、オールドティファニーとか、こういうのは非常に大好きで僕集めてきてますね。で何回も今言ってますけど、本当に昨日僕ニューヨークから帰ってきたばっかしで、これも今打ち合わせなしでサプライズなんですけど、こういうものを僕たち集めてきてるんですよね。ちょうどここちょっと見ていただいたらなんですけど、これ100年以上前のティファニーです。これティファニーです。全部100年以上前のティファニーのカトラリーですね。カトラリーをこうやってジュエリーにしてあるんですよね。マルタン・マルジェラっていうブランドさんとかもこれが本当に好きでオマージュっていう形でやってらっしゃいますけど、これが100年以上前のティファニーのスプーンのバングルですね。こんな感じ、おしゃれですよね。かっこいいですよね。こうつけてもかっこいいですよね。すごいですよね。でこれとかもそうですね。これも100年以上前のティファニーのカトラリー、フォークですね。これバングルですね。ちょっと歴史の話なんですけど、当時貴族の人たちがオーダーメイドで、ティファニーにオーダーメイドで作らせてた、俗に言われる銀食器って言われるやつですよね。それをやっぱ貴族の遊びとしてこういう感じでバングルにしてあったりとか、ちょっと面白いやつで言ったらこういうろうそく立てとかね、こういうのとかもね、結構もうアメリカとか行ったらこう古くていっぱいいいのがあったり、ペンダントとかであったりするんですけど、今ちょっと自分がこだわって集めてるのはこの100年以上前のティファニーのこういうカトラリーシリーズのフォークのバングル、スプーンのバングル、これとかもすごいですよ。バターナイフ、そうバターナイフのバングルでこんな感じでね、かっこいいですよね。これサイズ調整できるんで、どんな細い女の人でも男の人でもこう調整して、これとか指輪とかですよね。こんな感じでもすごいかっこいいですよね。こんな感じで、指輪もこれ全部大きさ調整できるんで、
これも本当に歴史もあるし、こう意味もあるし、やっぱり今ティファニーっていうのもすごくやっぱ意味もあって人気があってっていうので、これはやっぱ僕の中で今非常にこう注目して集めてるというか、海外行ったらもう絶対に一番最初に見に行くぐらいな感じで集めてますね。今から20年ぐらい前ですね。20年ぐらい前アメリカ行った時、買い付け行った時に、なんだこれ、この指輪なんだって言ったら、これティファニーなんだよ、100年前のティファニーなんだよって、もともとはカトラリーなんだよって、そこでも衝撃ですよね。でその後マルタン・マルジェラが発表してっていうか、そういうのもあったりとか、もういろんなこう重なりがあって、そこでもう自分の中でうわーと思ってね、もうどんどんのめり込んでいきますよね。行けば行くほどスプーンに出会ったり、フォークに出会ったり、バターナイフに出会ったり、じゃあこれは何なんだろうみたいなものもあったりとか、なんかそういうのが非常に楽しくなってっていう集めてますね。スプーンの指輪1個にしてもこの柄の部分が1個ずつ違うんで全然雰囲気が違うんですよね。かっこいいですよね。こんなんがあったりとか、こういうのがあったりとかね。もともとオーダーメイドな貴族の人たちのオーダーメイドのものなんで、エンブレムって言って当時の貴族の人たちのこの刻印が入ってたり、エンブレムっていうのが入ってたりするんですけど、やっぱオーダーしてるものなんで同じものっていうのはなかなかなかったりとかっていう感じですね。でもともと数が多いわけではないから、ただ僕らバイヤーってもうやっぱそういうのを集める、そういうのを探すっていうのが宿命、運命、自分の中で燃えますよね。なんでこう今頑張ってこういう形ではやってますね。これは非常にやっぱし全国探してもらってもなかなか数も見れないしないし、かなり値打ちがあるものだとは思いますね。これをめがけてきてくださる方も非常に多いですね。でこっちにはオールドティファニーって言って80年代90年代とかの廃盤ですよね。もう売られてないような廃盤の指輪、ブレスレット、こういうのもたくさん、集めてきてっていう感じで、やっぱ指輪なんでこうサイズがあるものなんで数をねやっぱし集めないとダメなんで、指輪とかだったら 19,800 円とかで僕らお出ししてるんで非常にお求めやすいですし買いやすいと思いますしね。で何よりも廃盤モデルなんで非常にねやっぱしこう今こうね買えないものなんで僕らの中でいいかなっていうのもありますね。圧倒的な品揃え数は多いと思いますね。そのためにこういうケースもね直接アメリカ行って直接僕買ってきてるんで、もうそのヴィンテージティファニーは今やり続けて本当にこうアメリカ行くたび探してきて、やっぱ買える時と買えない時とかはいっぱいあるんですけど、それもまた楽しいんですよ。次行って0かもしれないですし100個買えるかもしれないし、それは本当に行かなかったらわからないしっていう感じですよね。で向こうのディーラーさんコレクターさんのやっぱ人なんで機嫌もありますよね。今回5つだけだったらいいよ、2つだけだったらいいよ、今回20個30個譲ってあげるよっていうのもありますし、またそれも一つ楽しい感じですけど、で僕たちがもうやっぱね好きだと思ってこれを伝えたいと思ったらもう自分はとりあえず今はもうやり続けたいなと思ってます。ただもういつもうこう店頭に出せなくなる、いつ買い付けできなくなるっていうのはわからないんで、僕が店やってる限りはねできるだけはこれはやり続けたいなとは今思っててやってますね。ぜひこう一回でも見に来てもらったらちょっと圧巻な品揃えはしてると思います。女性の方も男性の方、関係なく見に来ていただきたいですね。古着屋さんがどんな場所って言ったら僕の中で言ったら原点ですよね。もう本当に自分がもうこう脳天から稲妻バーンと落ちた、なんだこの服は何なんだって、もうそっからいまだにこうやってね30年経っても昨日までアメリカ行ってまだまだ発掘していって、でやっぱし行くたび新しい発見があるんですね。このパンツがこんなんだったのか、このジャケットってこうだったのか、第二次世界大戦の時にこうだったのかとかね、やっぱもうそういうのを魅力しかないですよね。でその都度こうやってお客様来てくれたらそれを皆さんに伝えて分かっていただけるかどうかは分からないですけどね、もうお客様がそんなんどうでもいいねん、かっこよかったらそれでいいねんって言ってくださったらもうそれはそれでも僕はいいと思いますしね。なんかそういうのは非常に強くあって、そういう思いで毎日いますね。